あああ、うまい。スターバックスは実はシトラス使いだったんじゃないの？うまい、うまい。ああ、これうまいね。ありかもしれない。はい、どうも、コーヒーに愛された男、カスヤです。よろしくお願いします。またなんか今日はフィロコフィアじゃないものがね、机の上にあるんですけど、フィロコフィアが美味しいのはもう当然なんで、まあこの前の動画、はい、ちょろっと出たんですけど、俺スターバックス飲まないみたいに思われてるんですよ。はいはいはい。で、その発言の多分真意には、スタバって美味しくないんでしょみたいな、はい、あると思うんですよ。確かに。で、まあ各言う僕もそんな時期ありました。はい。スタバそんなのうまいはずねえだろ、俺らがやってる方がうまいんだよみたいな若い頃があったんですけど、はい、もう回り回ってスタバってうまいんじゃないみたいなそういやっていうのも、俺実はあれなんですよ、スターバックスのロースタリーシカゴ除いて全部行ってんですよ、世界中はい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 。で。あとスターバックスで働いてる人たちも結構知り合い多くて、スタバってすげえんだなってやっぱ思うわけです。ちゃんとやってるしってなってくると、スタバでアイスコーヒー作ったらはい。うまいんじゃないみたいな。俺あ豆は買ったことないんですよ。はい。だからこれ初。あ、さっきじゃああれですね、まあスタバに行って買ってましたけど、あれが実は人生初なんですね。人生初スタバコーヒーなんです。まあ練習のために買ったりはしたことあるんですよ。だけど自分でちゃんと味わうために飲むのは初で、美味しく飲むためのコーヒーとして買ったのは初めてなんだけど、はい。こんなのがあるんですよ。スタバのコーヒーは本当は美味しいんじゃないか、実はこれすげえいいんじゃないのっていうのをちょっと確認したくて、はい。アイスコーヒーこの夏スタバで乗り切るアイスコーヒーブレンドバーンということでやろうかな。これちょっと楽しみですね。ね、はい。まあさっきコールドブリューは飲んだもんね。確かに出していただきましたもんね。そうそうお店で。そいや、ホスピタリティですよ。う、そうなんだよ。もうちょっと待ってたらすぐああいうのやってくれるっていう。飲んでみますかみたいな。はい。あ、お願いしますとか言ってね。あー、いい。いい。なんかすっごいチョコレートっぽいいい香りする。なんか今年の夏限定だって言われてましたよね。そうだね。なんか毎年このアイスコーヒーブレンドっていうのは出してるらしいんですけど、夏だけってですよね。ね。その通年は出さないらしいんで、この夏アイスコーヒーを楽しみたいっていう方にちょっとこのアイスコーヒーブレンド本当にうまいんかっていうのをちょっとレビューしていきたいと思います。じゃあいきますか。行きましょここ最近俺がこのタイムモアを使って動画やってるかっていうと、う。はい。コマンダンテが今貸し出し中でなるほど。はい、どっか行っちゃったっていう。あ、なので C2 を。はい、まあでも C2 で全然十分。あとそうなんか質問に上がってたんですけど、はい。C3 より C2 の方がいいんですかみたいな、はい。結構コメントあったのかな多分。まあ別に価格のこと考えたら C2 でいいよっていう話ですよ。性能だけ見たらそれは C3 の方がねはい。全然いいんでね、はいっていう感じです。でまあ俺のベーシックな 20g 使ってやる入れ方やろうかなって思うんだけど、ちょっとこれはスターバックスの人が見たらおいおいとかって思っちゃうかもしれないけど、ちょっとだけなんか色があんまり入ってないやつとかあったら弾いちゃった方がいいかもしれないですね。全然ダメな豆を扱ってるってことではなくて、当然まあ俺らが扱ってるスペシャルティーコーヒーですら欠点豆って出ちゃうじゃない。なのでそれと同じことがもちろんスターバックスでも起きてるはずなんで、色がなんか入ってなさそうだなみたいなやつがあったらこうやってちょっと丁寧に取り除いてあげましょう。それやるだけでね味は格段に良くなるんで、
おすすめです。ちょっとこんなになるけどなんか白い何かね、紙とかの上にバーッとそうそうそう置いてやるとそう、分かりやすいですね。こうなったところが0ですからね、皆さん。ここから、はい、12345まあちょっと18クリックぐらいかな。もうちょっと細かくても普段朝入りのアイスコーヒーとか作るんだったらいいと思うんですけど、ちょっとこのアイスコーヒーブレンドは深入りなんで、あんまり細かくしすぎちゃうと濃すぎるとか、あと苦味とかえぐみの成分が出すぎちゃうかもしれないんで、若干気持ち粗くしてバランス取っていきます。これ深入りの 20g 入らないかもしれないまさかの。まさかのこんなことになると思わなかったな。やっぱ C2 ちょっとコンパクトな、そうだね、こちょっとデメリットですね。うん、いいところでもありますし、悪いところでもって感じですね。そうか、ここまで深入り俺普段入れないから。深入りってさ、膨らむから体積が大きくなるんですよ、重さ一緒でも。でもなんか懐かしい匂い。ああ、わかります。わかる。このスタバの香りね、の匂いですよね。なんかやっぱりさ、コーヒーってうまいんだよね、多分いや、わかります。あとやっぱり特に地方の方とかって、地方ってなかなかスペシャリティコーヒー専門店で少なかったりするので、やっぱり一番最初のコーヒー体験はスタバっていう方も多いんじゃないかなって確かに思いますよね。そういう意味でスターバックスのなんか果たす役割って大きいよね。素晴らしいと思いますね。ちなみに案件じゃありませんからかつて勝手にやってみた企画のところに入るやつですね。はい、基本案件はね、もう全然受けてないんで、レビューしてくださいとかめっちゃ来るんだよね。全然レビューはするけど動画で出すかは別ですって言っていつも答えちゃってるよし、というわけで入れていきましょう。俺の YouTube 見てる方は知ってるかもしれないんですけど、 20g の粉を使ってその4倍の氷なので、今回 80g ですね。 20g OK、100g ぐらい氷入ってるけど、別に溶けきんなきゃいいだけなんで、アバカでも全然いいんだけど、はい、ちょっと01にフィットするのが今俺持ってなかったんで、いつも通りハリオでいきます。はい、じゃあ、はい、入れていこうかな。はい、20g 使ってるんで、アイスコーヒーの場合は3倍のお湯を5回じゃなくて 1.5 倍のお湯を5回なんですよ。はい、なので 20g だったら 30g ずつ5回注いでいきます。今回はね、お湯の温度90度、少しだけ低め。本当はもうちょっと低くてもいいんだけど、しっかり味出したい急冷なんで、少し温度高めにしてます。じゃあタイマースタートして、最初しっかり行き渡らせます。スタバの店内にいるような気分になる匂いですね。いいね。いいですね。これでちょっとおしゃれなジャズが流れてればスタバでの完成ですね。間違いないでもこれいいね。なんか家でスタバにいる気分になれるって。幸せな。じゃあ40秒経ってるんで、また 30g 注いでいきます。はい、60まで注ぎました。今年最初の急冷だな。今年最初の急冷がスターバックスっていうのもなかなかそれ面白いですけどね。いいね、この氷が溶けていく感じ。カラーンっていう音が
たね。氷と氷がぶつかる音が。はい、次は90まで。ちょっとこんな感じで揺らしちゃっても大丈夫です。細めに引いてあるんで粉がね。なのでちょっとこう混ぜて全体を均一に抽出させてあげます。はい、また30秒経ったんで120まで。いい音。夏がやってきた音ですね。夏だね。最後2分10秒になったらまた150まで注いでいきます。OK。一生この音だけの ASMR それ作りましょうか。作ってみようか。粕谷哲の ASMR シリーズみたいな。確かに。音フェチの人たちが喜んでくれそうな。なんか休みの日とか家でずっとそれかけてたいね。ああ、いや、わかります。自分で入れてなくてもずっと。結構BGM とかカフィクトさんがよくプレイリストみたいなのね作られてて、自分ねよくカフィクトさんのね聞くんですけど、俺も聞くわ。いいですよね。ああいうのいいね。というわけで出来上がりました。氷ちょっと多めに入れてももうね溶けきんないんで大丈夫です。ある程度少し多めに入れてあげればいい具合に薄まりますんで。じゃあ飲んでみましょう。はい。スタバのアイスコーヒーブレンドうまいはずねえだろ。今更今のところだけ切り取って最初にやるとそれで炎上しそうですから。確かに怖いね。もう炎上ダメ絶対。ちょっとね、相手が天下のスターバックスさんですから。そうですね。はい。じゃあ。はい。じゃあいただきます。いただきます。すごいね。ガツンとくるね。ガツンときます。いや、なんかこれぞスターバックスっていう感じの味じゃないですか、これ。これうまいうまい。うん、これでいいんだよな。結局ね。自分で入れる楽しさもあるし。そうですよね。なんだうまいんだっていう感じ。まあそりゃそうだよね。うまいよそりゃ。だってスターバックスはもう。結構ビターな印象が強いです、はい、で味も濃いかなり。まあでも味の濃さは何とでもなるからね。抽出の仕方とあと加水量とかでもね後で伸ばせそうですし、でもただ苦いんじゃなくて少しちょっとシトラスの印象はあるから、はい、ただ苦いだけじゃないアイスコーヒーになりますよ。これはうまい、ね、ありだね。ちゃんとそう甘さというか質感もね、ありますしいいね。なるほどな。やっぱり上手に作るな。ある意味すごいバランス、ビター寄りだけどバランスすごい綺麗に取られてますよね。だからみんなが思い描くアイスコーヒーの上質版っていう印象、はい、そういう感じですよね。というわけでスターバックスの豆普通にうまいから。はい、でもう一個ちょっとねレジ並んでる時にちょっとなんか気になるものがずっとあるなと思ってたんですけど、なんかさこれ混ぜりゃめっちゃうまいんじゃないって思って買ってきました、はい、フレーバーシロップ。さっきのスタバのアレンジドリンクでも紹介したように、はい、シトラス果肉ってマジ万能じゃん。でこれバレンシアフレーバーシロップなんですよ。おそらくバレンシアオレンジ系の、はい、じゃあ合うっしょみたいな。というわけで買ってきました。これがあれば、はい、超うまいアイスコーヒーになるんじゃないかと。結構ね今のビター感もしっかりあるので負けないと思うんですよね、シロップ入れても。うまくなりそうだよね。
というわけでちょっと入れてみたいと思います、ちょっとでいいよねきっと。もう5g とか 10g いらないかもしれないですね。10は入れない。まあ出来上がったやつにだったらね、確かに10ぐらい入れてもいいけど、もうちょっと飲んじゃってるし、気持ち入れてみました、はい、ああ、香りも、結構しっかりオレンジっぽくなるわ。入れる？ちょっとじゃあ、いいですか？ちょっとだけ。じゃあ、はい、フレーバーシロップ入りのアイスコーヒーいただきます。香りがすごい。うまい。ちょっとスタバオレンジ使うのずるいですね。オレンジはシトラス使うのずるいですね。ずるいな。味ですよ。スターバックスは実はシトラス使いだったんじゃないの？うまい。これうまいね。ありかもしれない。これなので、あと普通にちょっとプレーンのシュガーシロップもう少し足すといいかもしれないですね。甘さがもうちょっと出て、でもあんまりねフレーバーシロップ入れすぎると、香りで持っていかれちゃいそうなので。なるほどね。まあそうだよね。結構強いもんね。はい。これにいわゆるシンプルシロップ。そうです。だからガムシロップとかをスターバックスで一緒にもらってきて、それを入れてこれと混ぜれば、それでいいじゃないですかって今思いましたね。なんか確かに。はい、でもこれうまいね。うまいですよね。だからやっぱりこのちょっとこういうシロップ、加糖されたシロップと違う味わい、今回で言えばバレンシアオレンジみたいな印象、柑橘系酸の印象が少しでも入ると一気にやっぱこのね立体になるんですよ、味が。これも全然さっきはさ苦みが強くガンときてほのかにシトラスの印象とかっていうものだったんだけど、このシトラスの印象がしっかりと明確になるからバンってくるけどファってこう広がっていく脳に。だから全然印象が変わる。うまい。もう言葉はなくしますけどなんか今理屈でいろいろ言ったけど、シンプルうまいよ。うまいっすね。いやもうそうなんだ。これすごいね。なんか、スタバでも全然楽しめるっていうと、言い方悪いですけど、すごい美味しいですね。スタバやっぱすごいんだよ。俺今ちょっとこれ思ったけどさ、こんなこと言ったらなんかスターバックスとかいろんな方面になんか突っ込まれるかもしれないけど、ファミマのモカブレンドに、こういうの入れてうまそう。でもなんかちょっと最近世界とか見てるとフレーバーのコーヒーとかあるじゃないですか。ある。なんかちょっとこう近いしいところがありそうな味がありますよね。コーヒーは自由だっちゅう話ですよ。いろんな楽しみ方がありますので、楽しいよねっていうところですよね。うまいね。うまいわ。本当に。これ買ってよかった。だからこれさ、多分ソフトクリームにかけるとかでも美味しいね。あとスタッフの方パンケーキとかにってそうだ、パンケーキとか、あと牛乳に入れるだけでもめっちゃうまいって言ってたよね。これちょっと牛乳ここに今牛乳ないんでしたっけ？ないんだよ。でここに牛乳とこれ足したら絶対うまいね。アイスミルクオレ、アイスカフェオレのオレンジシロップ絶対うまいじゃん。買ってくれよかった。今度個人的に試します。さっきさやったトリプルエスプレッソラテに入れてみようかな。ちょっとこの前の動画で残ってた例のトリプルエスプレッソラテのオーツミルク版にちょっと入れてみようかな。これ多分もううまいですよ。絶対うまいですよ。100% うまいけどね。100% うまいですよ。
思ったほどだったあれなんかこれはまあ普通だった意外と、なんかうまくはなるけど、はい、なんだろうちょっと足んないのかな。まあオーツミルクとの相性があんまり、オーツミルクもやっぱりちょっと甘さの特徴的なそうだね雰囲気あるので、あんまりシトラスと合わないのかもしれないです、もしかすると。ちょっとこれは絶対うまいじゃんって言ったほどではなかったな。普通の牛乳の方が合うかもしれないですね。でも普通の牛乳の方が絶対合うけど、ちゃんと量入れればうまい。うまいすごいね。やっぱりね、酸味っていうのは重要なんだっていうのがすごく分かる実験でしたこれ。味のバランスですよね、うんなんか。なるほどな、勉強になりました。皆さんもこれ趣旨がね、まずはこのアイスコーヒーブレンドうまいんかっていうところでうまかったよ普通に普通に、美味しかったですよね。なので皆さんも試してみてくださいこれ。そんなに価格も高くないですね。そうだね、いくらぐらいだったかな。でも 100g1000 円1000しないぐらいか。ちょっと忘れちゃったけど。でこれ1本あるとめっちゃ便利っぽいっす。ぜひ試してみてください。というわけでスターバックスの豆初めて買って自分で入れてみたけど普通にうまかったですお見事ですただフィロコフィアも美味しいんでぜひよろしくお願いします最後に着火してるはいというわけでねそう俺他社のばっかりやってるとうちのスタッフからね確かに怒られますね。社内から怒られますね。なのでぜひフィロコフィアめちゃくちゃうまいんでこれがうまいとしたらフィロコフィアめちゃくちゃうまいんではいというわけで楽しかった役に立ったよって方は高評価ボタンをお願いします。では皆さんハッピーなコーヒーライフを。いやこれ泰造さんなんだよねそうなんか完全に映ってますそうだねちょっとやめようはいというわけで皆さん役に立ったよ面白かったよって方は高評価チャンネル登録をお願いします。では今日はこんなところですかね。はい、では皆さんお疲れ様です。